はいどうも、死んだ数ホビー&ゲームズの死んだ数です。今回はこちら MGSD デスティニーを制作していきます。まずは簡単なキットレビューからしていきましょう。 MGSD だけあって小柄ながらも圧倒的な存在感、文句なしの出来栄えです。目立つ合わせ目やパーティングラインもありません。欠点という欠点はなく素晴らしいキットだと思います。付属品も充実しており、光の翼がついているのも嬉しいところです。今回はこの MGSD デスティニーを全塗装していきます。ゲート跡の処理をします。組み立てた状態で見えるゲート跡をあらかじめペンで塗ってあります。ペンの種類によっては塗装後にペンの色が浮き上がってくるので注意しましょう。まず最初は1000番の CS ヤスリを使って削っていきます。次に紙ヤスの2000番で表面を整えます。2000番まで削れば問題なく光沢塗装することができます。こんな感じで処理できていれば OK です。それでは塗装に入っていきますと言いたいところなのですが、問題発生です。 EX ブラックを新しく開封したクアトロポルテのシンナーで希釈したところ光沢が出ません。いろいろ検証した結果、どうやら保管場所が悪く薄め液が変質してしまったようです。そこで今回は思い切って溶剤をクレオスの WGX に変更。クレオスの高性能かつ一番新しい種類の薄め液を使ってみることにしました。どんな感じになるか楽しみです。気を取り直して塗装に入っていきましょう。まずは全てのパーツに EX ブラックを塗っていきます。本来1対1の希釈が推奨される WGX 薄め液ですが、 WGX 以外の塗料に対しては塗料1、溶剤 1.5 で希釈しています。いい感じにツヤが出てくれました。 WGX 薄め液とガイアの EX ブラックは意外と相性がいいように感じます。内部フレームの大部分をスターブライトアイアンで塗装します。スターブライトアイアンをはじめとしたメタリック塗料はガイアカラーのメタリックマスターで希釈しています。乾燥が早いのでメタリックの粒子が綺麗ですね。専用の溶剤だけあっていい仕上がりです。シルバーの部分はスターブライトシルバーで塗装。粒子が大きく輝度が高いので外装の白にも負けずに目立ってくれそうです。外装のホワイトの部分の下地としてスターブライトシルバーを塗っていきます。黒下地からでも発色できると思うのですが、ここは念のためです。ニュートラルグレー1とスターブライトシルバーを混ぜた色を塗ります。ソリッドカラーとメタリックを混ぜると少しだけ金属感が出ます。遠目で見るとソリッドカラー、近くで見るとメタリックの粒子が見えてメタルビルドのような雰囲気になりました。グレーの部分はニュートラルグレー1、スターブライトシルバー、スターブライトアイアンを混ぜた色で塗ります。スターブライトアイアンを加えることで先ほどの白よりも色を暗くすることができます。暗くなった分メタリックの粒子が目立っていますね。明暗とかも考えるといろんな表現ができそうです。ブラックの部分を塗ります。 EX ブラック、 EX クリア、スターブライトシルバー、色の素シアンを混ぜた塗料を使います。シアンを入れることで EX ブラックを感触に少し寄せています。クリアブラックの中で粒子が光っていて綺麗な色に仕上がりました。クリアとメタリックを混ぜると粒子に奥行きが出て不思議な感じです。赤の部分はキャンディーレッドで仕上げます。まずはメタリック層に GX メタリックレッドを塗装してクリアの発色を良くしつつ塗りムラを目立たなくします。次に色の素マゼンタとイエローを混ぜたクリアレッドを塗っていきます。今まではボーンペイントのコンクレットクリアを使っていましたが、色の素を使った調色に変えてみました。いい感じの色になりました。色の素などの原色カラーを合わせたクリアは発色抜群、非常に綺麗な色になってくれます。色の素は染料じゃないみたいなのでデカールへの染み出しを気にしなくて OK なのも嬉しいですね。青の部分もキャンディー塗装です。まずはメタリック層として GX メタルブルーを塗装します。こちらも色ムラ防止とメタリック感確保のためにしっかりと発色させます。その上から色の素シアンとマゼンタを混ぜて紫に寄せたクリアブルーを塗ります。若干紫に寄せていますが下地と組み合わせることでしっかり青になります。狙った通りの濃いめの青になりました。単体で見るとすごい濃いですが組み立てると絶妙な青に見えるはずです。水色の部分もキャンディー塗装です。薄い色のキャンディー塗装なのでまずは下地にニュートラルグレー1を塗装します。白系の色を塗ることで後から塗るシルバーを明るく見せる作戦です。スターブライトシルバーを塗っていきます。白下地のシルバーは粒子が見えづらいのですがキャンディー塗装においては問題ありません。カラークリアを塗ると粒子が見えるようになります。最後に先ほど調色したクリアブルーを EX クリアで薄めたものを塗っていきます。薄い色のキャンディー塗装はムラが出やすく
他パーツと色を揃えるのも大変です。なんとかいい感じに仕上がりました。最悪やり直しもありうるかと思いましたが、無事終わって良かったです。ビーム砲の緑色の部分をキャンディーグリーンに塗装します。メタリックにはカラーメタリック GX メタルグリーンを塗装。緑系のメタリックは結構種類があるのですが、ここはオーソドックスなやつを使います。次に色の素イエローを何も混ぜずそのまま塗装していきます。メタルグリーンは少し暗いのですが、クリアイエローを重ねると一気に鮮やかになります。綺麗な緑色になりました。色の素を使うようになってから塗装の幅が広がったような気がします。アンテナなどのゴールド部分を塗装します。下地にはエバレットテレビ版を塗っていきます。エバレットは発色と隠蔽力が高いので下地にも使いやすい色になっています。赤の上からスターブライトゴールドを塗装します。暖色を下地にすることでゴールド系の塗料は発色が良くなります。いい感じの金色です。キャンディー塗装に負けない目立つ色になってくれました。ビームライフルなどのダークグレーの部分を塗装します。ここはニュートラルグレー1、スターブライトアイアン、EX ブラックを混ぜた色を使います。今回調色した中では一番の当たりカラーかもしれません。いい感じに仕上がりました。メタリック粒子のおかげで傷も埋まっているような気がします。光の翼をガンダムマーカーのトランザムホロレッドで塗装します。マーカーの中身を取り出してエアブラシで拭いています。トランザムホロレッドは使いどころが難しい色ですが、今回はベストマッチです。ビームシールドには月光調ホロシルバーを塗ります。こちらもマーカーの中身を取り出してエアブラシで拭いています。いい感じに仕上がりました。シルバーをベースとした色なのでブルーと相性バッチリです。さて、一旦塗装は終了し、デカール貼りを行っていきます。今回は時短を目指してクリアをかける前にやってみます。明日のデカールを貼っていきます。動画で映っている部分はうまくいったのですが、他の部分はニスを剥がす時にインク部分も剥がれるミスが多発しました。やはり一度クリアをかけてからやった方が良さそうです。墨入れもクリア前に行ってしまいます。白の部分はタミヤエナメルのスカイグレーを使用。その他のキャンディー塗装の部分はスモークを使用しています。乾いたらエナメル溶剤を染み込ませた綿棒ではみ出た部分を拭き取って完了です。トップコートをしていきます。内装パーツは EX クリアで1層のみクリアコートします。ポージングや組み立ての妨げになるので、厚いクリア層ができる WGX クリアは使いません。外装パーツは WGX の光沢クリアを使用します。まずは砂拭きをして薄いクリアの層を作ります。このクリア層がデカールや墨入れを保護してくれます。砂拭きが乾いたらフォント層です。垂れる寸前までクリアを拭いて光沢を出します。いい感じに仕上がりました。WGX クリアは EX クリアと違ってウレタンクリアのような厚みのあるクリア層を作ることができます。ラッカー塗料でこの光沢は素晴らしいですね。これで一通りの作業が終わりました。組み立てをしながら感想や近況などを話していきます。今回は溶剤を変更したり制作手順を変更したりいろいろなチャレンジをしてみました。総合的にはうまくいったのかなと思いますが、なかなか思い通りにいかない部分も多かったです。とはいえ何事も経験、次回はもっとうまくできるはずです。さて、今回の動画も前回から3ヶ月ぐらい経っての投稿となってしまいました。本当は2週間くらいで作る予定だったのですが、いろいろとトラブルが発生して気づけば3月末です。制作自体よりも他のことに手間取っていたような気がします。他にもプラモ関連で個人的な大事件というか大問題が発生したのですが、それは今後動画で出そうと思います。私から言えるのはエアコンプレッサーの水抜きはちゃんとしようということです。本当に大切です。そんなことを言ってる間に組み立て完了です。最後に完成したキットを見ていきましょう。マジでいい感じにできましたね。これだけ光沢が出ていれば個人的には結構満足です。よく見ると粗が多いのですが、まあ遠目に見れば問題ないかなと思います。MGSD のディティールにも助けられているところはありますが、細かい部分を塗り分けなくても迫力がありますね。光の翼とアロンダイト、長射程ビーム砲を展開してみました。トランザムホロレッドのおかげでまさしく光の翼という感じの綺麗さですね。アロンダイトとビーム砲の MGSD オリジナルギミックもかっこいいです。そろそろ動画を締めていきましょう。今回の動画をご視聴いただきありがとうございました。もしいい感じじゃんと思っていただけましたら、高評価やチャンネル登録などぜひぜひお願いいたします。そして
年を明けて2026年も3ヶ月が過ぎていますが、今年も死んだ数ホビー&ゲームズを何卒よろしくお願い申し上げます。それでは次の動画でお会いいたしましょう。